皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをサポートしたいと思ってくれる方がいたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。また日本語のオンラインレッスンもやっています。会話の練習がしたい、話す自信をつけたい方、友達のように日本語を話す練習がしたいと思う方がいたら、ぜひオンラインレッスンもチェックしてみてください。皆さん元気にお過ごしですか？では今回は私の苦手なことということで、苦手なことを3つ話していこうと思います。誰だってね、人間得意なこと不得意なことがあるかと思います。ちなみに苦手っていうのは得意じゃないこと、あまり好きじゃないこと、あまりできないことですね。皆さんはどんなことが苦手ですか？何が苦手ですか？これは苦手だな、人より全然できないなみたいなことってありますか？例えばね、運動が苦手、勉強が苦手とか、掃除するのが苦手、部屋を片付けるのが苦手とかね、いろんな苦手があるかと思います。で、苦手だし嫌いだけどやらないといけないことっていうのもあって、いやいややってる、テンションは上がらないけど頑張って気合を入れてやってるっていうこともね、いろいろたくさんあるかと思います。で、今回は私の苦手なことっていうことで、私もね全然できないこと人生たくさんあるよっていうのをねちょっとシェアしながら、皆さんがもし苦手なことを話す機会があれば、その時に使える語彙、ボキャブラリーなども勉強してもらえたらなと思います。では早速ですね、私の苦手なこと3つ話していこうと思います。じゃあまず1つ目、これはもう本当にめっちゃくちゃ下手っていうのが一つあるんですけど、それは人に頼ることです。人に頼るっていうのは何かお願いしたり、協力してもらったりすることですね。それが本当に苦手です。なんでこんなに苦手って思うかはちょっとまだ解明できてないんですけど、人にお願い事をするっていうのはなんか申し訳なく感じてしまうし、あとね、こう誰かに聞いたら快く手伝うよっていう人もね、たくさんいると思うんですけど、なんか全部一人でやってしまいがちとか、一人でできるだろうって思ってしまいがちで、私はこう人にね、アドバイスを聞いたりとか、人に悩みを相談したりとか、ちょっと手伝ってもらったりとか、そういうのがね、本当に苦手だなって思います。家族とかだとね、何も気を使ったりしないんですけど、友達であっても、すごい近い仲のいい関係であっても、なんかお願いするとか、ちょっと相談に乗ってもらうとか、そういうのって本当に苦手で、なんかいっつも自分一人で解決してきたなっていう感じがあります。で、自分の頭の中で考えていても、こう何もね、解決しないので、よくね、紙に書き出したり、ノートに自分の悩み事書き出したりとかして、なんとか自分で心の中の気持ちも落ち着かせたり、こう状況を整理して解決してったり、一個一個問題を解決したりみたいなことがあった気がします。でね、絶対に人に頼れる人の方がいいですよね。人に頼ったら本当に簡単にすぐ解決できたり、自分では思いつかなかったようなこう解決策、そういうのも提案してもらえたりとか、やっぱりね、私一人の視野、私が見えてること、私が考えていることって本当に一部、本当になんか限られたことしかないので、他の人の意見を聞いたり、他の人のものの見方をね、勉強するって意味でも、人に相談したり、頼ったり、いろいろね、そういうのがあった方がいいんだけど、私はこれ本当に人生の課題ですね。未だにちょっとなんか躊躇してしまう。ちょっと、どうしようってこう、人にね、何かを聞いたり頼んだりするのは、すごく勇気がいることだなって思います。本当に困ってる時だったらね、誰かの助けが必要な時もあった気はするんですけど、
やっぱりなんとなく、一人で頑張れば大丈夫だろうっていうことをね、自分一人で抱え込みがちだなって思います。今までの人生を振り返ると。なので、これは別に人に頼らなくてもいいこともたくさんあると思うんですけど、やっぱり頼った方が、頼られた側もね、そんな大変なことじゃなかったら嫌って思う人は少ないと思うので、もうちょっと自分をオープンにしていかないとなって思ったりもします。頻繁にあるわけじゃないですけど、何度か思ったことがあります。まず一つ目、私の苦手なこと、それが、人に頼ること、人に相談することでした。皆さんはどうですか？なんかちょっと協力してほしい時とか、すぐ人に頼ったりできますか？私もね、本当に悩んでて、誰にも相談できないみたいなことがあるわけではないんですけど、多分すごく苦手な方だなって思います。では2つ目ですね。2つ目苦手なことは、食べるのを我慢することです。食べることを我慢するっていうのがすごく苦手です。で、私個人的には、別に太ってるわけじゃないと思います。食べ過ぎて本当にお医者さんに、ドクターに「もう食べるのやめてください。健康に悪いですよ」みたいな、そう言われるほど太ってるわけじゃないし、そのぐらい食べ過ぎてるわけではないんですけど、なんかちょっと体調が悪いなとか、うー最近ちょっと脂肪がたくさんついたなって時に、よし、ダイエットしようって思うんだけど、私は食べ物の制限が本当に苦手、運動でなんとかしようってするタイプなんですね。で、運動は好きだから、頑張れば全然たくさんできるんですけど、運動で消費できるカロリーって本当に少ないんですよね。本当に体を変えたい場合、体重を落としたいとか脂肪を減らしたいっていう場合は、やっぱり8割、9割、80%、90%は食事から来てるので、なのでその食事を見直す必要があるんですけど、それがすごく苦手だなって思います。で、本当に食べ過ぎたりとかすると、私は結構すぐ胃が痛くなったり、体調がね、悪くなったりするので、そうなったらさすがに食べないです。胃が痛いのに食べるってさすがに、ちょっとやばいんですけど、そこまでではないんですけど、なんかそのギリギリまでいつも食べ過ぎてしまうなっていう感じがあるので、それはね、本当に直したいなって思います。でもこの世の中、日本は本当に美味しいものが多すぎて、何をどうコントロールすれば、その食べ物を避けて生きていけるのかって思ってしまうぐらい美味しいもので溢れていて、お菓子とかそういう甘いものもすごく美味しいし、普通の料理ね、レストランとかどこに行っても美味しいし、コンビニも全部美味しいしっていうので結構辛くはありますよね。大好きな食べ物を制限しないといけないって結構辛いんですけど、どんどん太っていくっていう方が私は嫌なので、そこをね、もうちょっと自分で制限をしながらうまく楽しく生きていけるように対策をしないとなって思ったりします。お菓子を食べない、食べ過ぎを防ぐっていうのが私はすごく苦手ですね。でもその分運動したりするので、なんとなくギリギリバランスを保ってる感じはあるんですけど、明らかに食べ過ぎる日が多いので、それはね、制限しないとなって思います。で、なんか、いろんな結構健康的なエピソード、健康をテーマにしたエピソードで食べ過ぎは良くないとか、いろいろこうやって食べたり、これは食べないとかってね、いろんな話をしたことがあるかもしれないんですけど、それでもね、毎日そんな健康に食べてるわけではなくて、たまにはね、食べ過ぎたり、レストランとか行って美味しいものをたくさん食べたりっていう日もあるので、そういうのをね、楽しみをゼロにしてはいけないので、そういうのを楽しみつつ、でも健康を考えて、うまくね、やっていかないとなって思います。で、私の周りには、なんか、ダイエットするって決めたら、もう本当にお菓子を一切食べない、ジュースを一切飲まない、本当に野菜ともうヘルシーなお肉と魚だけで生きていけるみたいな人がね、結構いる気がします。なのでそういう人たちを見るとね、あ、私はお菓子は我慢できないとか思ってしまうんですけど、楽しみがゼロになってはいけないと思うので、バランスが大事ですよね。1週間に何回かは食べていいけど、何回かは健康的なちょっとオイル、油少なめとか、砂糖のなんかね、お菓子とか甘いもの、ケーキとかそういうのは食べないとかね。
いろんなバランスが大事だなって思います。なので2つ目は、食べ物大好きな食べ物を我慢するっていうのが私はすごく苦手です。で、最後3つ目苦手なことは料理です。料理ね、私は一切しないわけじゃないです。もちろんしないといけない時もあるし、誰かがやってたら手伝うっていうのもあります。だけどね、家事の中で一番嫌い、苦手っていうのが料理です。家事って皆さん聞いたことありますか？ Fire の方の家事ではなくて、家の中の仕事っていう意味の家事です。で、家事の中には料理、洗濯、掃除とかが含まれてますね。家の中の仕事を家事って言うんですけど、その家事の中、料理、掃除、洗濯だったら私は料理が一番苦手です。料理好きな人って本当に羨ましいんですよね。自分の食べたいものを楽しく準備できて、で、美味しく食べられるっていうので、すごく羨ましいんですけど、私はなぜか料理はね、全然好きになれないんですよ。でも食べるのは好きっていうね、本当に、なら自分で作れよってなるかもしれないですけど、料理をするっていう、なんか工程がすごく苦手です。例えば、なんだろう、カレーを作るってなって野菜を買ってきて、それをこのサイズに切って、で、水を 500ml 入れてみたいな、こうレシピがあるじゃないですか。レシピを見るんだけど、私結構無視しがちというか、まあ、何でもいいやろみたいな感じで無視しがちで、で、結局あんまり美味しくないみたいななってしまうことがあるんですよ。で、それって、意味わからないかもしれないです。レシピあるんだったらその通りにすれば美味しくできるのにってね、思うと思うんですけど、なんかね、私結構全部適当にやってしまいがちなので、料理はやっぱり苦手だなって思います。で、周りに料理できる人がいたらいっつもね、お願いしてしまいがちだし、料理やってって言ってしまいがちです。すごく、そこはね、確かに頼ってるなって思います。料理の部分は頼ってる気がします、人に。で、その後に洗い物をする。片付けは私がやるので、料理をお願いしますっていう感じで、そうなる部分が多いですね。そうなる機会が多くて、料理はね、なんか苦手です。で、料理が好きな人に聞きたいです。なんで好きですか？料理のどういうところが楽しいですか？自分の好きなものを好きなように作れるっていうのが楽しいとか、もうすべて野菜を切って炒めてっていうあの工程全部が楽しいとか、誰かと一緒に料理をするのが楽しいとか、いろんな楽しいはあるかもしれないんですけど、私はね、もちろん誰かとやると楽しさは増えるんですけど、苦手意識の方がまだ強いなっていう気がします。なんかやらなくていいなら多分一生やらないだろうなみたいな感じが料理です。でももちろんやらないといけないので、自分も何か食べたい時、食べたいものがあるのでやるんですけど、あまりこう好きっていう気持ちが乗ってないのが料理です。で、その他の家事の、掃除、洗濯とかはね、別に好きじゃないですけど、もちろんやらないといけないですよね。なのでやります。で、ここは苦手意識っていうのがなくて、なんか私は汚い方が嫌なので、掃除は結構こまめにしてると思います。クイックルワイパーって言って、床を掃除するなんか細い棒の先に平たい四角い板みたいなのがあって、そこにちょっと布をかぶせて床を掃除する道具があるんですね。クイックルワイパーって言うんですけど、それで毎日簡単に床をパーって掃除したりとか、机の上も汚すぎると、ちょっと物片付けたり、こう拭いたりとか、結構毎日してる気がします。なので、掃除はむしろ好きですね。綺麗な状態を保っておきたいので、むしろ好きで、で、洗濯もね、好きではないですけど、もちろん着た服は汚れて洗わないといけないので、無意識のうちにやってるって感じで、習慣みたいな感じで無意識にやるんですけれど、この2つ、掃除、洗濯は嫌いっていう感じじゃないんですけど、料理だけはなぜかね、食べるの好きなくせにってね、思うかもしれないんですけど、苦手ですね。で、以上3つが人に頼ること、好きな食べ物を我慢すること、で、あと料理。これがね、私の苦手なポイントだなって思います。で、多分もっとじっくり考えれば私も下手なこと、苦手なこと、本当に失敗ばかりっていうこともね、たくさんあると思うんですけど、パッて頭に思いついたのがこの3つだったなって思います。苦手なことって別に
なんか自慢したいことなわけでもないですし、人と話すことってあまりないかと思うんですけど、たまにはね、自分はこういうところがあるんだよ、こういうダメなところもあるけど、それも含めて自分だよねっていう感じで、いろんなボキャブラリーを増やしていくために、こんな感じのエピソードにしてみました。楽しみたいんだけど、なんか全然楽しめないっていう感じなので、もしね、私も料理苦手だったけど、こういうのやったら楽しいって感じたみたいなことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。今回は私の苦手なことを3つ話してみました。生きてればね、皆さん失敗談とか、これは好きじゃない、もうやりたくないとか、何回やってもできる気しないなとか、めちゃくちゃ頑張るんだけどあんまり上達する気がしない、もうこれは向いてないのかな、私って本当に苦手だわこれするのってね思う瞬間もたくさんあるかもしれないですけど、人それぞれ得意不得意はあると思うので、そういうのにゆっくり向き合っていきながら、上手な方を育てるみたいな感じでいいんじゃないかなって思います。私もね、人に頼るとか苦手なので、できた方がいいんだなとは思いつつ、自分でできる力もどんどん伸ばしていけばいいのかなとか思ったりもしてます。あと料理食べるのは好きなので、本当に料理も好きになれたらもっともっと楽しくなるのかなって思ったりとかしてます。では今回はちょっと短めのエピソードということで、ここで終わりにしておこうかなと思います。皆さん今回もね最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ここまで聞いてくれて、も皆さん普段たくさん日本語勉強していて本当に素晴らしい。皆さんの得意なことは自分でやるって決めた勉強をちゃんとしてることかなって思います。本当に最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。では皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。